悲しみを知って本当の喜びもわかるんだと。だから悲喜こもごもなんだということをおっしゃってました。呪々は心に留め置くという、そういう意味になるということなんですね。はい、皆様こんにちは。法華経の話第42回です。まず最初に訂正がございます。前回第41回でお話をしました五濁の中の皇辱という字の皇の字が間違っておりました。皇辱です。前回五濁の説明の中で皇辱の字をこのように書いてしまっていたのですが、これは間違いで、正確にはこう書くのが正解です。右側を力と書かなければいけないところ、私はこのように書いてしまっておりました。ご指摘をいただきまして誠にありがとうございました。大変に失礼をいたしました。またやってしまいました。もうお気づきかもしれませんが、私、かなりおバカなところがございまして、こういったミスをよく繰り返しております。もし動画内でお気づきの点がありましたら、また皆様ご指摘いただければと思う次第でございます。どうぞよろしくお願いします。さて前回は五濁ということについてお話をしました。五濁という時代や社会、人々も濁り乱れているところに仏様は出現されるわけです。仏様は真の教えを説きたいと思っていますが、先ほども述べたように五濁でありますから世の中や人間が乱れているので、そもそも皆が仏様の教えを素直に聞こうとはしないわけです。ですからまずはそれぞれの性質に合わせた二乗や三乗、さまざまな教えを説いて人々を導いてきたわけですね。そして時を経て今仏様の真の教えを説きたかったところを説くのですよと、一仏乗を説くのですよということになるわけです。で、ここからが今回の内容です。先ほどの流れを受けてさらに釈尊は舍利弗に対し次のように仰せになられます。はい、このようなお経文です。舍利弗、汝らはまさに一心に信下し仏語を授受すべし。諸仏如来の言葉には虚妄なし、余剰あることなく、ただ一仏乗のみありと。舍利弗よ、そなたは心を一つにして信じ理解して仏の言葉をよく授受しなさい。多くの仏たちの言葉には決して偽りはなく、それ以外に真実の教えなどは存在しない。ただ一仏乗の教えだけが真実であると、こういうお経文になるわけです。まずここに一心にとあります。これは以前にもお話をしましたが、いろいろと考えたり他のことに目が移ったりしないで心を一つにしなさいという、そういう意味です。私たちはついついあれをしたいこれをしたいと思います。特に現代は今やるべき何々とか言ってなんだか社会からせかされているようなことがございます。裏には消費をさせようという意図があるんだと思いますが、人間体一つですからそんなに多くのことができるわけではありません。ですから欲張らずに一心にしなさいというわけですね。それで今日のメインの話になるのがこの信下と授受です。信下というのは一般的には信じ理解することということになります。しかしこの信下には非常に多くの解釈がありますので、単純に信じ理解するとだけで言えるわけではありません。信は情念的なもの、下は理性的なものなどと捉えたりもします。さらにそもそも信下となっていますが、この信と下は分けて捉えるべきだとする解釈もあります。それからこの下は理解の下となりますけども、そもそも理解するというのはどういうことなのかということになります。例えば私たちは認識していたとしても、それを全部が全部言葉で説明することはできません。言葉で説明することが理解できていると言えるかというと、そうでもないと思うんですね。例えば
箸を持つ方法というのは自分では分かっていますけども、言葉で説明するというのはとても難しいですね。上手に言葉で説明できないから、それは理解していないことになるかというと、そうでもないと思います。ですから単純にこの真下を信じ理解することということで説明できるかというと、そういうわけでもないわけです。ただこれは真下とあって、この真下のこの順番が大事であるという、そういう解釈がありまして、これを私も大切なことであると思うんですね。下心ではないということです。こういう字の順番にそこまで深い意味があるのかなと思われるかもしれません。確かにそう思わなくもないんですが、一方で法華経全体の流れから、また全体から見ると、真が先にあるというのは、これはとても大きな意味を持っているというふうに思うんですね。アンパンマンの作者の柳瀬隆さんが、悲喜こもごもという言葉はあるけども、喜悲こもごも、喜悲こもごもという言葉はないというようなことをおっしゃってました。これは柳瀬さんが言うには、悲しみを知って本当の喜びもわかるんだと。だから悲喜こもごもなんだということをおっしゃってました。こうやって考えると、字の順番というのは大事なものであるのかなというふうに思いますし、真下の真が先に来ているということも、これも大きな意味を持っているのではないかなというふうに思います。この真下に関しては、後に第4章の題名が真下本でございますので、そこでまた一緒に考えていきたいと思います。ここでは、まず、シャリホツに一心に真下しなさいと仰せになられている。釈尊は仰せになられているんですね。それから、仏語を従事しなさい。仏語というのは仏様の教えのことです。仏様の教えを従事しなさい。この法華経を従事しなさいということになります。従事は文字通り教えを受け保つことを言います。ちょっと話がそれるようなのですが、こちらの動画では字幕をつけています。日本語字幕、英語字幕、ブラジル・ポルトガル語字幕です。どれだけ字幕が使われているかを調べることはできるんですが、英語もブラジル・ポルトガル語もほとんど使用されていません。ですが自分の勉強にもなるであろうということで、頑張って字幕をつけるようにしています。実は動画を2週間に1回しか上げることができないのは、この翻訳作業が結構大変だというのが理由の一つでもあったりします。私は英語もブラジル・ポルトガル語も話すことができませんので、翻訳にするにあたっては、DeepL 翻訳や Google 翻訳などを使用しています。これらの翻訳ツールは最近のものは非常によくできていて、日常会話くらいで翻訳に困ることはありません。ということで、任せっきりなんですね。ですからさっき勉強のためにやってるとは言いましたが、あまり勉強のためにはなっていないようです。また、話せないものがどれだけ翻訳ツールを使っても、翻訳されたものが良い表現なのかわからないので、ものすごく適当な翻訳になってしまっています。もし、英語やブラジル・ポルトガル語が話せる方がいて、翻訳がおかしい場所がありましたら、それは決して翻訳ツールが悪いわけではなく、ママよと作業している私の責任であることをここでしっかりと申し上げさせていただきます。それでこの翻訳ツールを使用して大体翻訳できるのですが、仏教用語に関してはなかなか翻訳がまだまだできないということがございます。そもそも仏教用語の翻訳語自体がない場合も多くありますので、その場合はローマ字表記でとりあえず表現をしています。また非常に深い意味の言葉も多いので、その場合はいろいろと辞書を引いたりして、なるべく近い表現をするように心がけています。英語もブラジル・ポルトガル語も話せないんですけどね。ここでやっと本題に入るんですが、以前動画の中でこの授事という言葉を翻訳する場面がありました。翻訳ツールを使うと、この授事の翻訳はリメンバーと出てくるんですね。なんでリメンバーなの？リメンバーって思い出すっていう意味じゃなかったかな。もう本当に中学生英語の理解です。授事という字を見て、なんとなく翻訳とすると、ハブがいいのかな、テイクがいいのかな、ブリングがいいのかな、などの翻訳を想像していたわけです。
ところがよく調べてみると、やっぱりこのリメンバーが表現として良いみたいなんですね。なんでだろうと思っていました。このリメンバーの語源を調べてみると、リが再び、メモールがラテン語で心に留めるという、そういう言葉がこのリメンバーの語源となっているようなんです。ですから、リメンバーというのはそもそもの意味が、再び心に留めるという意味になるそうなんです。ですから、心に留めている、忘れない、思い出すというような派生の意味が出てきたそうなんですね。ですから、授事はリメンバーという翻訳がいいということなんですね。他にも良い翻訳があるかもしれませんが、この翻訳作業を通して私は授事という言葉の意味を再認識することができました。授事は心に留め置くという意味ですね。授事というと、なんだか手に持つというか、所有というような、そういった意味に捉えがちなんですけども、そうではなくて、授事は心に留め置くという、そういう意味になるということなんですね。そういえば、仏教語辞典にも、授事は心に深く刻んで忘れないとこう書いてありました。なんだか私は授事というものをとても表面的な理解をしてしまっていたのですが、こういう翻訳をすることを通して、もう一度その意味に気づかせてもらったと思っています。従事するというのはとてもいい言葉ですね。仏語を従事しなさい。いつもどこか心の中に仏様の言葉を留め置いておきなさい。いつでも法華経に立ち戻りなさい。そのように釈尊はシャリホツに伝えたかったのであろうと思います。ちなみに数年前にディズニーで Remember Me という映画がありました。僕のことを忘れないでね、僕のことを覚えておいてねという意味だと思うのですが、私をあなたの心に留め置いてねという意味で取ると、また違った風にも感じたりします。という英語が分かっていらっしゃる方には、何を今更感たっぷりの話でございました。ということで、授事は心に留め置くということであるということを覚えておいていただければと思います。さて、釈尊はシャリホツに、この法華経の教え、一仏上を信じなさい、理解しなさい、受けたもちなさい、いつも心に留め置いておきなさいと説かれまして、ここからまた下が説かれていきます。この下は法弁本の最後まで続く下でして、これまで説いてきた教えを下にしてもう一度説いてくれるわけです。内容的には同じでございますが、この中でいくつも有名な教えが説かれていきますので、少しそのあたりにも触れていきたいと思います。まず下問は5000人が退出したところから始まります。せっかく釈尊が教えを説いてくれているのに、自分の悟りに執着した人たちが説法の絵座から立ち去ってしまう、そういう場面でした。この人たちのことを釈尊は次のように説かれています。彼らは自分の過失に気づかず、自戒も不十分で、その欠点を五正大事に抱え込んでいる。自分の欠点を抱え込んでいたというのは難しい表現ですが、欠点を隠そうとしていたという意味で取れるでしょうか。誰しも欠点があります。その欠点を無理に隠そうとしたり、五正大事に自分の中に抱え込んでも何の解決にもなりません。欠点をさらけ出す必要もないですが、欠点があることをちゃんと自分が認めることは大事なことだろうと思います。私もすぐ字を間違えます。もうさらけ出してしまっているので否定のしようがないことでございまして、自分でちゃんと認めております。こうやって欠点を抱え込んで隠そうとしたそういった人たちは、そういった5000人の人たちは退出をされてしまったんですね。そして残った人たちに釈尊は教えを説いていきます。多くの人たちに方便力を使って教えを説き、人々を導いていきました。その中で皆が必ず成仏する教えを説いては来なかった。なぜなら、説く時の未だ至らざるゆえなり、なぜならそれは説くべき時を得なかったからであると。そして今その時がやってきたというんですね。この時を重要視するのも法華経の特徴であるというふうに言えると思います。そして、この一仏上を素直に聞く者は必ず成仏するであろうと説かれます。
十方の仏土の中には、ただ一乗の方のみありで、二もなく、また三もなし。十方世界の多くの仏国土の中には、ただ仏へと向かう一つの教えが存在するだけで、二の教えや三の教えはないんだと。こういう下があるわけですね。これはこの動画の中でも何回も出てきました。二や三の教えではなく、一仏上なんだよというところをですね、ここでも念押しのように説かれていくわけでございます。そして仏様は私たちに信じることを進めていきます。もしも仏を信じて帰依する人がいたならば、如来は仏様はその人を欺かれたりしないし、貪欲や嫉妬を抱かれることもないんだよと。仏様は決して欺いたりしないから安心して信じなさい。恐れることはないよと、こう説いてくださるわけですね。この後、脈文法者無一不成仏や正直社方便単説無常道という有名なお経文が出てきます。でこういったお経文を説かれて方便法は終わっていくんですね。脈文法者無一不成仏や正直社方便単説無常道に関しては次回お話をさせていただこうと思います。今日は信下や十字についてお話をしていきました。信下というのは信が先に来るんだよと。法華経という教えは信ということを大事にしますが、信が先に来ているということが重要ではないか。そして十字というのは何か手で持つ、何か所有するということではなくて、私たちの心の中にいつも留め置いておくことなんだというようなことをお話しさせていただきました。いずれも法華経を読み解いていく上でとても重要な言葉に教えになりますので、この2つの言葉をどこか心に留め置いておいていただければと思う次第でございます。ご清聴いただき誠にありがとうございました。それではまた。さようなら。いつもどこか心の中に仏様の言葉を留めておきなさい。いつもどこか心の中に仏様のいつもどこか心の中に仏様の子供を、いつもどこか心の中に仏様の子供を、いつもどこか